給食の大人気スイーツ、ココア抹茶揚げパン。今日はみんな大好き揚げパンだよ。みんなは何味が好きだった？コメントで教えてね。ちょっとここで宣伝。手抜き、ダイエット、減塩、アレルギー、1食平均390円以下で作れる紙献立表を作るよ。詳しくはプロフィールをチェック。まずココア味から。ボウルにココアを入れます。ココアは砂糖や乳製品が入っていない純ココアと書かれているものを使いましょう。ここに砂糖、塩を入れて砂糖の塊がなくなるまで混ぜ合わせます。砂糖に少し塩を加えることで味の対比効果で甘さが一層引き立つんです。例えばスイカに塩を振ったり、人気の塩スイーツなどもこの効果を利用しているんですよ。砂糖の塊が潰れたらココア味はこれで OK。 続いて抹茶味。ボウルに抹茶を入れます。抹茶もココアと同じで砂糖が入っていないものを使います。こういう砂糖が入っているグリーンティーで作ったことあるんだけど、揚げパンにすると甘すぎちゃうので砂糖なしの抹茶がおすすめだよ。ここにきな粉、砂糖、塩を入れて塊がなくなるまで混ぜ合わせます。抹茶はたくさん入れると苦くなるので、きな粉を少し混ぜると苦味はマイルドになるのに色は綺麗な緑色に仕上がるんです。ちなみに抹茶によって苦味の強さが変わるので、この時点で少し舐めてみて砂糖の量を調整しましょう。最近抹茶にハマっちゃって困っちゃう。これはフォロワーさんからいただいたダジャレでした。コメントありがとう。では揚げていきましょう。家で作るときは超熟ロールを使います。給食よりちょっと小ぶりのコッペパンなんだけど、家庭用の揚げ鍋にはこれがぴったり。これなら手のひらサイズで扱いやすくて、ひっくり返すのも簡単です。油を180度に温めます。表面が上がればいいので、油の量は少なめで OK です。木べらを入れて小さな泡がゆっくり上がる程度ならまだ160度くらい、大きな泡がすぐに上がるようになったら180度の目安です。パンを入れていきましょう。上下を返しながら全部で1分ほど揚げます。揚げパンが誕生したのは1952年のことです。舞台は東京都大田区峰町小学校。昔給食は子供たちにとって大変貴重な栄養源だったので、当時は学校を休んだ子供がいるとその子のパンを家まで届けるという習慣があったんです。しかし当時のコッペパンは時間が経つとパサパサして硬くなってしまうというのが問題でした。この状況を何とかしたいと考えたのが調理員の篠原さんという方でした。油で揚げることでパンは柔らかさを取り戻し、砂糖をまぶすことで表面の乾燥を防ぎ、甘みで美味しさをプラスできると考えたんです。甘いものが貴重だったこの時代、揚げパンはまさにごちそうで、やがて全国への学校給食へと普及していったのです。パンを揚げる時のコツなんですが、ひっくり返す時は少しだけパンを押さえるようにするとコロコロ転がずに揚げられます。片面30秒ずつ揚げて全部で1分ほど揚げたら取り出します。弱火でじっくり揚げると油を吸っちゃうので、強火でさっと表面だけ揚がれば OK です。温かいうちにココア、抹茶をそれぞれまぶしましょう。冷めると粉のつきが悪くなるので、揚げたらすぐにまぶします。ちなみにきなこバージョンは前にアップした動画をチェックしてね。給食では粉を軽くつける程度なんですが、今日は動画用にちょっと多めにまぶしています。これで給食のココア抹茶揚げパン完成です。そういえば揚げパンってこの他にもシナモン味も美味しいよね。リクエストはコメント欄に書いてね。